いや、それめっちゃ使えるけどって思われる方もいらっしゃるかもしれません。あくまでも僕自身が使わなくなったアクア用品、メーカーさんごめんなさい。はいどうも、ビバです。皆さんアクアリウムをするにあたっていろんなアクア用品を買われているかと思います。先日アップした動画、買ってよかったアクア用品ベスト5プラスアルファ。この動画、僕が実際に使ってよかったなと思った商品を紹介してるんですけど、たくさんの方に見ていただきまして、なかなか好評いただいております。まだ見てない方は下の動画概要欄にリンク貼ってます。よければこの動画見終わってからご覧ください。さあ、今回の動画では買ってよかったランキングではなくて、買ったけど使わなくなったアクア用品、これを紹介していきます。せっかく買ったけど結局使わなくなってしまったアクア用品、メーカーさんごめんなさいっていう感じなんですが、今回は3つ紹介していきます。紹介する中には、いやそれめっちゃ使えるけどって思われる方もいらっしゃるかもしれません。あくまでも僕自身が使わなくなったアクア用品ということで、温かくご覧いただければなと思います。それでは見ていきましょう。使わなくなったアクア用品第3位はこちら、アナログタイマー。皆さんお世話になっていたであろうアナログタイマー。これは買って使えなかったっていうわけじゃなくって、これにとって代わる商品が出てしまったので使われなくなってしまったアイテムっていう感じです。取って代わって出てきたのがスマートプラグ。スマートフォンで電源のオンオフ、時間の管理、その他電力の計測だったり、いろいろできるスマートプラグ。スマートプラグが世に出てアクアリストさんがこぞって使い始めたので、それまで照明の時間管理といえばアナログタイマーだったんですが、その役目を取って代わられて使われなくなってしまいました。ちなみにこれ視聴者さんにいただいたやつなんですけど、どんな失礼な紹介の仕方するんだって言われそうなんですが、これは現在別の使い方をしています。当然このアナログタイマー、アクアリウム専用品ではなくっていろんなものに使えます。例えばこたつとか電気ストーブのオンオフ、このアナログタイマー使えます。我が家ではトイレの便座、シャワー付きで便座があったかくなるやつ、あれに使っています。住民が寝てる間は便座温めてもしゃあないので、寝てる時間帯はこのアナログタイマーでオフにして、朝起きる時間にオンにする、そんな時間管理をこのアナログタイマーで行っています。アクアリウムのタイマー管理はスマートプラグに取って代わられましたけど、アナログタイマーの生きる道はまだまだありそうです。というわけで、使わなくなったアクア用品第3位はアナログタイマーでした。使わなくなったアクア用品第2位はラクフィル。すいません、これもモニター品でいただいたものなんですけど、結局使わなくなってしまいましたね。この商品、簡単に説明すると、水槽の中に設置するタイプのろ過フィルターです。最大の特徴はここに引き出し式の蛇口がついています。引き出せない。ちょっと中にね、いろいろ電源とかいろいろ収納してるんですけど、この蛇口を引き出してくるっと回してまた下げると、なんとここから水槽の水を排水することができます。普段これこっちに収まってる時はこのフィルターの中にこれ排水されてて、ろ過フィルターとしてこっから吸ってこっから出すっていう流れになってるんですけど、この蛇口機能を備えることで水替えがとっても簡単になるっていう、なんとも挑戦的な商品です。ホームセンターとかでもよく見るので使ってる方も多いと思うんですけど、我が家では残念ながら使わなくなってしまいました。使わなくなってしまった理由はやっぱりこの大きさ。どうしても水槽の中に設置するフィルターとしてはサイズが大きいです。サイズ大きい分にはろ過能力高ければ問題ないんですけど、ラクフィルのろ過層はこの部分と中に設置されるこのスポンジ、見た目に反して意外とこの露材容量は少ないんですよね。30キューブとかに設置するにはちょっとサイズが大きすぎた。60センチ水槽とかのサブフィルターにはいいと思うんですけど、それでもやっぱりちょっと目立っちゃいますね。結局我が家では使わなくなってしまいました。モニター提供いただいた商品なんですけど、申し訳ない。ジェックスさんにはぜひこのラクフィル、排水を楽にするっていうこの思想素晴らしいと思うので、これの外掛けフィルター版を作ってほしいですね。なんか単純に外掛けフィルターのここにバルブつければできそうな気はするんですけど、それは素人考え、安全性の面とか騒音とか多分いろいろね問題があるんでしょう。ちなみにラクフィル、これ白だから目立つっていうこともあるかもしれません。ブラックモデルも出てるので、もしかしたらそっちの方が水槽内では目立たないかもしれない。ただサイズはやっぱり大きいですね。使わなくなったアクア用品第2位はジェックスのラクフィルでした。ごめんなさい。
使わなくなったアクア用品第1位は、またジェックスの水替え砂利掃除が同時にできるミニオートクリーナー。これ残念ながら使わなくなりましたね。第3位、第2位は視聴者さんからいただいたもの、モニター提供いただいたもの、それを使わなくなるなんてとんでもないっていう話なんですけど、このミニオートクリーナーについては自腹で購入したものです。これが一番ね、これが一番使用頻度少なかったかな。これ動画で紹介して、いやこれめっちゃいいじゃんっていう風に紹介したんですけど、まずいい点としてはやっぱり電源備えていて電動で排水できる。簡単に言うとプロホースに電源スイッチがついたみたいな感じ。サイズも小さめで小型水槽とかにも使えそうだったんですけど、なかなかね難しいんですよ。ちょっと見てみますか。何が厳しかったかというと、モーター部分、パイプの先端になるんですけど、パイプの先端にモーターがついてると狭いところに届かないんですよね。非常に取り回しが悪いんですよ。しかも先端が重たいので、こう動かす時もなかなか思うようにいかない。プロホースとかだったらパイプだけなので、結構手軽にスースーと狙ったとこを動かせるんですけど、これは先端にモーターがついてて大きくなってるので、ちょっと使いづらいです。このパイプだけだったらね、すごい便利なんですけどね。そしてもう一つ使わなくなった理由、この電源コードですね。このオートクリーナーはここからホースをつなげてバケツに水を出すんですけど、このホースをさばくのとこの電源コード、この2本をさばきながら作業しないといけません。これがとても煩わしかった。当然バケツと電源コード別々の場所に伸びるので、コード2本をさばきつつ大きなヘッドを水槽内でこう動かす、なかなか大変でした。そして電源ボタンがちょっと離れたところにあるんですよ。電源ボタンここにくっついてればいいんですけど、離れたところにあるので、この2本のコードをさばきつつ、止めたい時は電源ボタンを探してスイッチを切る。かなりしんどかった。これ持ちながらやればいいんですけど、こうするとまたコードがこんな感じでわちゃわちゃになっちゃうんですよね。僕も買った時は電源付きプロホース、作業楽になっていいじゃんと思ったんですけどね。ちょっと取り回しがしづらかったです。ただメリットもあって、例えば床置きの水槽、プロホースとかはサイフォンの原理だけで排水するので、床置き水槽とかはなかなか作業できないんですけど、モーター式だと無理やり水を吸い上げるので、床置きの水槽とかでも使えます。なのでいいところもあるんですけど、それを補ってあまりある取り回しの悪さ、これが原因で使わなくなってしまいました。これは改良版に期待したいですね。使わなくなったアクア用品第1位はジェックスのミニオートクリーナーでした。というわけで今回は使わなくなってしまったアクア用品ベスト3をご紹介しました。なんかこの絵面、悲壮感漂う絵面ですね。今回ジェックスさんの商品2つランクインしちゃったんですけど、ジェックスさんは新商品を出す頻度が高い、それとチャレンジングな商品を出すメーカー、そんな理由で使わなくなってしまう商品も結構出てしまうんじゃないかなと思います。実際ラクフィルなんて結構革新的な商品ですよね。これはぜひ外掛けバージョン出してほしいんですけど、今開発されてるのかな、どうなんでしょうね。オートクリーナーについてはどうなんだろう。僕も動画でこれいいじゃんって思って紹介したんですけど、結局使わなくなってしまったので申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいです。アナログタイマーは生存の道が十分に残されている息の長い商品ですね。これも現在我が家では活躍してます。電気系統はスマートフォンとか IoT どんどんつながっていくと思うので、ひょっとしたらヒーターとかも今後スマホで管理されるかもしれませんし、水質調整とかも何かしらスマホで操作できるようになってくるかもしれませんね。海外にはそういったものをモニタリングできる商品すでに出てたと思うので、日本でもそのうち出てくると思います。新しい商品がどんどん出てくるのは素晴らしいことだと思うんですけど、中には使わなくなってしまう商品も出てしまうので、それはそれでアクアリウム業界活発に動くっていうことなので、いいことなんじゃないかなと思います。というわけで今回の動画は以上です。面白い商品出たら紹介していきたいと思うので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。